美味しいもの食べて生産者さんを応援できて、どうやってゆっくりこうやってあげて。頑張ります。佐藤さん、雨やから向こうからやってくるかなと思って、こっちからやってくるね。クープ入れ方ですか？こうしてあれがしてからしてからいきます。アイスコーヒーがいい。ホットとアイスどっちがいい？アイスで。アイス水出しなんですよ、全部。めっちゃ飲みやすいんです。僕コーヒー飲めなかったんですけど、この人の豆で飲めるようになったっていう。レモンですか？そうなんです。これ国産の有機のレモンをちょっと絞ることで、牛乳のこのなんていうか、乳臭さというか、それが取れるんです。完全に溶けてしまうとこのビスケットのこのサクサク感とか出ないんで、冷たいのをちょっと細かく砕いたぐらい、にしてやってます。粉物とかバターとか調合されたものをもう朝は混ぜ合わせて焼くだけという形にしてます。もうストック命です朝からやっぱり測ってると時間がかかるので。このエッジが立つのがすごいかっこいいんですよ。ここがこう。すみません。この大きさがこれになったってことですか？そうです、そうです。これはライ麦になります。サンドイッチとか全部このライ麦のサワードでやってます。私はマーケットの M って入れるようにしてます。よいしょ。いいと思う。
これオリーブオイルです。これシチリアの手摘みしてるオーガニックのオリーブオイルで、かつ低温圧搾って言ってこうすごい時間かけて圧搾している。それがめちゃめちゃ合うんですよ。こんな感じで皆さん食べるとまあまあいっぱいかけた方がいいしですね。でパルドの塩をかけたらあとは食べるだけです。召し上がってください。マヨネーズも作ってるんです。マヨネーズも一からですか？はい。平飼いの卵を使って、僕ら八百屋やってるんで、八百屋でもずっと扱ってる卵で、その丹波の芦田ポートルさんとして、これねめっちゃ美味しいんですよ。こうやって見ると。結構特徴のある硫黄のような、うん。よいしょで出来上がりです。これはブラックペッパーのペーストです。僕イタリアにの問題もあるんで、ね。そうですね。酸味がいいんですけどね。うん。これがポーリーのクリームチーズです。ちょっと前にこのクリームチーズに変えたんですけど、さっぱりしててめっちゃ美味しいんですよね。よいしょ。これも姉妹店の八百屋の無農薬の野菜たちを使っております。これはハモンセラーノやったかな、生ハム。よいしょ。ね、多めに油ついたね。そう、くっつくよね。オリーブオイルをだけかけます。塩コショウですね。これだから野菜全部に名前つけてもいいぐらいみんな農家さん知ってるんですよ。チキンはレストランの方で仕込んで作ってあって、それを焼いてるんです。出ますね。でお肉の分にはヨーグルトソースを。よいしょ。多分そう覚えたんでしょうね。今日はすいません。
じゃあパン。保育園は子供を送ってその後に仕事でパソコン作業させてもらったりとか、あとすぐそこに自分の畑があるのでよく通ってはい。これはそこにあるなにあもちさんという和菓子屋さんのあんこなんですけど、めちゃめちゃ美味しいです。100年以上。めちゃくちゃ新鮮ですね。ピンク岩塩もうちょっとだけ甘じょっぱくします。藤野さんはおはようございます。おはようございます。ありがとうございます。男前。同業者でハンバーガー屋さんやってるんですけど、友達でその方のバンズが美味しくて、これどこで仕入れてるのって聞いて加藤さん紹介していただいて、いつもめちゃくちゃ美味しいサワードありがとうございます。これからもよろしくお願いします。近くのジャンゴっていう世界一かっこいいお店のオーナーです。後で持っていきます。はい、わかりました。はい、よかったです。ありがとうございます。この雨の中。リサリサをスライスしようかな。はい。落としそうで怖いわ。よいしょ。いるよ、おもろい。交互スターターを今からリフレッシュをします。もうこっち使うやな、みたいな感じや。あ、これ？
クリームチーズとサーモンのサンドイッチ。後で待ち合わせする友達来るんですけど、その友達が紹介してくれて、オーツミルクホットでお願いします。そうですね。はい。朝から空いてて、お昼も食べれて、すごく居心地がいいので、子連れでも来やすいし。そうですね。こちらのアイスは系列店にグローサリーっていう僕らが八百屋をやってて、そのこだわりの有機とか自然栽培の野菜とか果物を仕入れてるんですけど、それを使ったアイスを作っています。すみません、ありがとうございます。きびバンズ。加藤のお友達というかお仕事でお世話になっている方とかお礼というかプレゼントとしてサワードをお送りしてます。メッセージまで。はいザ・マーケットでは今オンラインショップも運営していて、加工品とか自分たちで作ったオリジナルのカレーとかカオソイとかも販売してるんですけど、その中でもサワードが結構一番人気商品になってます。もしよかったらぜひはいでしたね。でしたね。お疲れ様です。オンラインのお願いしました。またお願いします。はい、わかりました。はい、また電話だけお願いいたします。基本的に農薬不使用が化学肥料は使っていないお野菜を取り扱っていて、直接オーナーや、私たちが知り合った農家さん、顔のつながりがある方から仕入れるように、この辺りとか無農薬の野菜と、こだわりの調味料を使ってたくさん取れすぎた時期のお野菜をもったいないので加工して一年中楽しめる何かにしようっていう商品なんですけれども、ニンニクとか玉ねぎとか納品してくださってる農家さんのとかしてもらってます。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。請求書また。ありがとうございます。ご近所のことで有機ジャストっていう畑で作ってる小麦で毎月こうやって届けてくれるんですよ。でこれをこのプレーンというパンに使ってます。小橋さんのところの夢四方はハード系のパンに合うかなって気がしますね。もちっとはしてるんですけど風味も香りも高いし、やっぱり引き立てなんでそれもあると思います。ザ・マーケットの、ミッションというか美味しいものを食べて生産者さんを応援できて
なんかその人が作ってるっていうことの方がなんか味とか糖度とかそういうことよりもなんか美味しいって感じるんじゃないかなと思って、それを美味しい革命っていう。このバーベキューの方で手作りしているベーコンとクリームチーズとシュレッドチーズを入れてます。パンズはどうですか？あ、可愛らしいやん。新庄君、こんにちは。今野菜がはい、これが咲きました。こんな感じで。こっちもトウモロコシもあるかな。あ、ナスか。ナスも今日できてますね。説明をお願いします。郵送会社通していないので、畑からそのままそう今朝取れたやつが取りに。なんかマルシェを金曜日に奈良でやってるんで、そこに僕が行くっていう感じです。傷んだりしてるトマト、こうなったらもう全然火持たないんで、農家さんは大体これもう捨てたりするんですけど、こういうのはもうこの傷んでるとこ取って向こうで使ったりもしますし、今そこに置いてるレトルト。これも手作り？バナナなんて無肥料無農薬の自然栽培です。中は綺麗。美味しかった。卵はベーカリーでも使ってます。500ぐらい。530。ご馳走しますんで、これ。ありがとうございます。この野菜がうちの八百屋さんの野菜で、まあ、今から出てくる野菜を食べたら分かると思うんですよ。なんか野菜のインパクトが強いぐらい、人参とかもめっちゃ美味しいんで、ぜひ食べてください。飲み物はビールを選んでいただいてもいいですね。はい、全然僕らも飲みますから。あ、本当ですか？はい、昼から飲みます。なんかお昼から大人が飲める、飲んでる姿がある街って良くないですか？いいですね。確かに。ココナッツは、ポークジンジャーとスペアリブです。
ちごシェイクです。サーモンが美味しい。お野菜も美味しいんですよね。味が濃いというか、産地直送の野菜を売ってるんですけど、そこも買ってるね。パン屋だけじゃないっていうところがいいかも。よかったら皆さんで飲んでください。こちらアイスコーヒーで、こちらアイスオレで、牛乳ではなくオーツミルクが入ってます。ありがとうございます。あ、おはようございます。これ美味しいです。めっちゃでかいし。どれがや何がやだけどどっちがいいですか？でかいでしょ。すごい大きいですね。これらはどちらで取られた？富田林です。おお。はい。無農薬でやってるんで。はい。はい。この月に1回の朝市だけでなくって毎週土曜日ザマーケットに出店しに来てくれてて、はい、グロサリーって八百屋にお野菜も卸してもらってるんですけど、毎週土曜日農家さん本人も来てくれて、お客さんが生産者さんから直接買えるっていうこと。チークは朝どれで、あ、ちょうどいいかもしれません。はい。こちら何を購入されたんですか？かぼちゃとナスと玉ねぎとゴーヤとイチジク。これは今おまけでもらったバジルですね。こちらの何度か。はい、来たことあります。はい、お世話になってます。フランス匂いです。マーケットさんのおかげで匂いと思います。ありがとうございます。綺麗にまた香りが結構もうすごいこもしてる。ね、はい。これでよろしいですか？はい。あ、2つ。ありがとうございます。今日はイチジクとスイカとお野菜買いました。今日朝も来てたんです。朝ごはん食べに。なのでまた昼とかも来るかも。バターってどんな感じですか？バター塗るやつです。お店の商品ではなくて彼女個人の、はい、商品なんです。ブレイズの方で作って販売させてもらってるんです。そうなんです。でシェアスペースでやってるので、普段は違う人が使ったりとかしてる場所なんですけど。これビーツです。飲む血液と言われるほど栄養がいっぱいです。こ
か自分でやりたいなとは思ってたんですけど、なんかちょうど加藤さんがやっていいよって言ってくださったので、なんかそこにグロッサリーがあるんで、旬のお野菜とかフルーツとか仕入れることがしやすいんで、今日来てる農家さんとかのものを使ったりとかフルーツ使ったりとかしてますね。はい。ここは一応私が管理をしてるんですけど、みんなで子どもたちとかと一緒に植えて、メカでやワークシってョップで農家さんと一緒に植えて、で水やりとかは私がやってるんですけど、ちゃんと洗わないと。こっちはシェアスペースみたいな感じになってるんで、イベントしたりとか、ワークショップでレンタルしてもらったりとか、やっぱりザ・マーケットでこうつながったお客さんが何かされてたりとか、あと農家さんももっと知ってもらうためにやっぱりお店でこう商品というか食事を提供してるだけだと伝わらないところがあるので、お客さんがやりたいことをここで実践してもらったりとか、っていう風にしてなんかこう広がっていきました。お米は農家さんの扱ってるんで、もうすぐ新米も出てくるんで、これは去年の米。チキンやらんで4キロじゃない？2個早くなってるでしょ。出たわ。さつまいもとじゃがいもをダッチオーブンっていう鉄鍋で蒸し焼きみたいな感じで、こっちは米。炊飯器は保温するだけで、炊くのはこっちで炊きます。こちらのお野菜は季節によって変わったりするんですか？そうですね。今前に出てる多分農家さんの野菜がメインになってくるんで。熱い。
から肉を仕込むんで切れ味を一発出しとかないと。全然ごめんけど笑顔は映ってない。あげるのはあげる。焼きでいいよ、焼きで。醤油と砂糖とニンニクと蜂蜜合わせた甘辛いタレ。これほんまは豚肉にいつもつけて焼いてるタレなんですけど。レモンチキン、レモンでマリネしたチキンです。これもらっていきます。はい、4つですね。これ今ね、ナススクエル。今ここでは何の準備をされてるんですか？今はちょっと野菜すくいって言ってどうやったらお客さん来てもらえるかなとか楽しんでもらえるかなと思った時にちょっと涼しい演出みたいな感じで縁日みたいな感じで楽しんでもらえたらなって感じで野菜すくいやってます。そうですね。いくぞ。イエーイ。そーっとやってゆっくりこうやって上げて。見せてもらってもいい？いっぱい取れた？好きなお野菜ある？トマトとブルーベリー。トマトとブルーベリー？どうですか？おいしい。そうですね。はい。ちょうどね食べ頃だと思います。はい。はい。どうもどうも。はい。ありがとうございます。どうも。今日はスイカと鶏とオクラとね。あとパン。あとパンですかね。パン。ピーマンもらって。そう、いいね。レモングラス、ニンニク生姜、やっぱ味が違うからここ買いに来てますよね。あと無農薬であったり発酵食品とかに興味があって、それでここに来られてるのを知って買い始めたのが初めです。やっぱそれで全然違います。そうですね。お野菜はね、甘みも違う。やっぱり濃い。何を置いても濃いし、まずそれに安心安全なんで作ってはる方の顔が見れるし、インスタなんかでもね作っておられるのを見せていただいてるんで、なのでこういうのが来てくれるのはとても嬉しいです。消費者様と直接つながれる機会とかって普段はあるんですか？普段はないです。反応が聞けるんですよね。実際にこの前あれ食べて美味しかったよとか、あんな風に料理したよみたいな話になったら、こっちもこう作りがいがあるというか、で貴重な交流の場です。顔が見える場所ですね。今の季節のこだわりとか、一調子野菜あるとまた
来年の4月終わりからなんですけど、いいように少しでも人が楽できるように。ありがとうございます。以上になります。はい、ありがとうございます。何の撮影されてたんですか？今は朝市をちょっと広めたくて、今いいものが揃ってる無農薬とか有機栽培とか野菜とか、こだわって作られてるものが多い中で、価値があるのにその価値に気づいてもらえてない、もっと知ってもらえていいのになっていう思いがあるんで、そのためにインスタグラムのリールとかでちょっと再生数とか回してみんなに広めていきたいなっていう感じで撮影してました。朝4時から起きてやってるの？ああ、もう大変ね。朝どれでやるでしょ。土日だけ趣味で無農薬で作ってるんですよ。使いたい時にちょっとずつこう使っていくっていう。これはイタリアンパセリです。全部ハーブ、いろいろミントとかローズマリー、オレガノ、セージ、あと山椒とかも。山椒ね、山椒の葉っぱこれ。全部もう自分たちの。そうですね、野菜は八百屋で買うし、こういうハーブはここにあるし、なるべく自分たちのもので使えたら。球体はね、これはヨーグルトのソースを作ってます。ランチの時にお肉とかソーセージとかにかけるソースです。ぐらいな入れたら嬉しいよな。美味しそうでしょ。お肉ね。めっちゃ美味しい。野菜がね、そのままの味。で、また旬の野菜でしょ、結構。夜はね、来たことないんですけど、もう昼間はすごい大ファンです。あ
取られへんね。それこそなんか作っちゃうよ。はい、ありがとうございます。お待たせしました。チャーシューの方。はい。はい。チキンです。はい、どうぞ。ありがとうございます。こっちでいいですか？はい。はい。こっちで。ここにします。はい。パンってどんなパン？パンは向こうで焼いてるサワードーというハードメニュー。これは鶏だしです。鶏だし。鶏だし。鶏仕込んだ時に出る端材みたいなのがあるんですよ。これを使って、あと野菜のくずとかを入れて、だしを。これでスープ作ったりとか、カレーのだしの素にしたりとかしてます。お待たせしました。牛すじカレー。はい。はい、こちらサラダになります。お待たせしました。チャーシューです。はい。はい、レモンチキンですね。お待たせしました。美味しいですか？予想してたようにめっちゃ美味しいです。本当ですか？そこずっと気になってて、で野菜も売ってるからどうかなって思いながら見てたんですけど、今日は初めて触れました。あー、お疲れです。お疲れ。気をつけて。あー、おじゃん。いちごシェイク、ブルーベリーシェイク、しそソーダ。しそソーダっていうので、しそソーダを作りましょう。鮮やかですね。夏みかん。
すごい本当にお仕事はい、飲みます。お昼から大人が飲める街を作りたいっていうコンセプトなんで、飲むのも仕事って、はい、聞いてます。ダメって言われるからなとか言いながら喜んでるんです。いただきます。職務規定なんですよ。みんな飲んでるでしょ。はい、職務規定で昼はビールって食事とともにお酒をたしなみましょうっていうふうにしてる。そういうマッチがいいでしょと。そういうマッチを作りたかったら自分で実践しないといけない。もともとされて、そうです。都市計画をもう25年ぐらい。やっぱり農村とつながったりとか農家さんとつながったりすることで、食べるものと作り手とか作っている大地みたいな都市に暮らしながらも感じられるようになることが実は幸せなんじゃないかと。でそれは実は美味しさに関わってくる。でそうなったらじゃあ美味しいって何なんだろうっていうのはやっぱり誰とつながってるのか、誰が作ったものなのか、どの大地で作られたものなのかみたいなめちゃめちゃ美味しさに影響してくる。それが享受できるのは都市でしかない。都市っていろんな人がいろんなものをやっぱり持ってこれるし、食べることができるから、それがやっぱり都市の暮らしの優位性だし、食卓から日本とか社会を変えていける、そういうことをやろうっていうので3つ目のミッションを今美味しい革命っていうのをやってる。じゃあもともと特にパン作りもパンも習ったことないです。モントリオールでカフェに入った時に食べたパンに感動したんですよ。でサワードーだと。でこれはいいなと思って独自で YouTube とインスタを見て完成させてます。出会いはね、僕はもともと池田で飲食店をやってて、で加藤さんが主催するマルシェに出るようになって、ちょうどほんまタイミングが良くて、ここでイベントやろうって話になって、いいお店なのは分かってたから、じゃあこの物件借りて月1回イベントやろうっていう話から始める。でその2年後にここをオープンするんだけど、その間にここに出店するって決めて、僕からラブコールをやっと受け入れてくれてここで出店になった。近所のスーパーに行く感覚で農家さんから直接野菜が買えるっていう環境を定着するためにやっぱもっとお客さんが来てくれないと、もう売り切れたのっていうぐらいになってほしいね。だってめちゃめちゃ美味しい野菜なわけ。ほんならそんな手に入らない朝どれなわけや。朝どれっておっしゃってました。そうでしょ。そういう暮らしをみんなしたいんだろうなって気づくんだろうなって、そのうち。それまでやり続ける。それまでやり続けるしかない。あの手この手で。レモンチキンと牛すじカレーです。